ね、もう氷が張るぐらい降ってるんですけど、牧場はそうですね、うちが全部で80頭ぐらいいて、面積が大体66ヘクタール、東京ドーム12、3個ぐらい。代々やっぱりその牧場って食べ物を作る場所だから、屋敷は周りもこうなるべくきれいにするようにしてます。収穫専用の牧草地になります。この区画がだいたい20ヘクタールあります。はい。これでこの3倍ぐらいは他にもまだあるっていうことですね。はい。タンパク質が多くて、そのツン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 生えてるのがこのイネ科牧草。これはどっちかっていうと牛にとって繊維になりますね。だから昭和初期だったかなまではここら辺って結構群馬の産地だったんですよ。へー。はい。やっぱりミネラルも含んだ牧草を食べることによって馬も強くなったみたいで。はいはいはい。はい。すごい、もう群馬なんて、その当時じゃ一番力かけてるような、あ、そうです、そうです。はい。それに選ばれてた場所って、はい、そういうことです。めちゃめちゃ肥沃というか。十勝を開拓した依田弁蔵さんも、はい。大気のその海側で牛を飼い始めてるんですよね。はい。だからやっぱり昔の方がやっぱこう自然とその生活がどういう場所でやったらいいのかっていうのが分かってたんだと思いますね。ちゃんと理にかなってる行動をしてたんですね。よく見ていただくと人間みたくこうガブガブ食べてるんじゃなくて舌でこう絡み取って口の中に入れてるんですよね。この牧草ってこう生なんでやっぱ水分もすごく多いんですよ。だから乾物計算で言えばやっぱりそんなに食べれてないんですよね。はい。だからもうずっと食べてなきゃいけない。そんなにこうガツンとしょっぱい塩ではない。広尾町の南側におしらべつっていう地区がありまして、そこで広尾漁協のウニ種苗センターっていうウニの赤ちゃんを養殖してる施設があるんですよね。でそこで海水を汲み上げてきれいにろ過してきれいなその海水をウニの赤ちゃんの水槽に供給してるんですよ。でそのきれいな海水をもらってきて、ここで煮詰めて塩を作ります。はい。で大体20キロぐらいの塩が20キロなんですか。はい、1トンからでできた塩を、20キロなんで10キロを牛にあげて残りの10キロを人間用に、はい、だからもともとはその牛用に塩を作り始めたんですよ。はい、牛って体温が人間よりも2度高いんですよね。38度台が平熱ですごく汗っかきなんですよ。はい、で汗がよく出るっていうことは塩分も外から中から外に出てるっていうことなんで牛ってすごく塩が必要なんですよね。広尾町ってこう海の町だから自分で作ったらこう天然のいい塩を牛にあげれるんじゃないかなと思って始めたのが最初ですね。はい。先ほど放牧地にいるんでもうリエさんには違いないって言ったんですね。ここでご飯を収穫した牧草を食べれるようになってで食べてお腹いっぱいになったらまた夜も放牧してますので外で寝てます。はい、外で寝てますね。
ちらは実際に僕は産地の搾乳になります。乳房、乳糖がついてますんで、こうかけていくっていう感じですね。はい。で、絞った生乳が、ここのパイプを通ってこの中に。はい。まだ加熱してないの？そうです。してないんでまだ生乳っていう状態なんですよね。はい。加熱殺菌した後に牛乳っていう名前で呼ばれるんですよね。と、うちの場合ここのレバーをこうひねればもう直接乳化個室に流れるようになってます。はい。先ほどのその銀色のパイプで生乳が流れてきて、右と左のボックスみたいな機械で低温殺菌、はい、します。なんか唇の感じと喉の感じと違うよね。確かに違う。脂肪分がある感じなのに、すっきりします。なるほど。紙袋しかないんですけど、保冷剤になる。スーパー的に一番バカにされるやつ。僕はもう分かんない。頭がね。こんにちは。開けてください。はい。明らかに油の色といい。確かに確かに。こういう風になってるけど、本当のロースって、うちの人これだけなんですね。ああ。この部分しかない。これが本当のうちロース。なんですよね。多分人にあれされるよりは。それはそうだよ。美味しいです。
A few moments later. 少し冬からのメニューということで、節屋鍋コースというね、コースを本日ご用意させていただいております。冬から11をした、サラダでございます。本当に先ほど取れたばかりの。しみるね。そうそうそう。なんか、それで、私たち、パスタも美味しいけど。これにしたいよね。オイルまとわして。そう、だからステーキの食べ比べ。いただきます。肉美味しくなった。やばいやばい。なんかやっぱだから。いいじゃん。いいっすね。やばい。ね、すごいドリップが。確かに弾力がある。おお、初めて見た。気づいてなかったの面白いです。グラスペット感あるね。
で全然いないわけではないので、まあ、そうですね、川とか皮も面白いと思いますね。でも内臓関係基本的に全部食べられる部位かなと思ってて。そうですね、一応まあお湯でまでいかなくて湯通しするだけでもだいぶ逆光になるかもしれないですけど、あの辺から来ると思います。そうですね、食べますね。まあ、食べるけど、結構さばくのがめんどくさいので、あまり、はい。あ、なるほど。はい、はい。なるほど。わかりました。ちょっと頑張ってみます。はい。あと、松川も大きいのがあったので、松川も持ってきます。はい。じゃあ、後ほど、また、お願いします。はい、よろしくお願いします。今これリーキっていう、リーキをねこの機械で掘り倒していくんですよね。掘り倒したやつを今持ち帰るのにあらあら処理してコンテナに詰めて、でそのまま持ち帰ってからもう一回きちんと整えて、根っこ切って葉っぱ整えて、あら長い部分に切って持ち帰って。今年じゃがいもはね、やっぱり暑すぎて水がないから大きくなれなかったんですよね。もうなんか最近ずっとそんなんだから、今年だけじゃないです。定的に暑いとか雨が少ないとか。育てるものを変えたりはそうしたらしないよね。いやでもそれって必要になってくるんですよね。まあだからってじゃがいもやめるとかね、そういう選択まではなかなか。品種を変えるとかになるんですそうよね。そう、やっぱり品種っていうのが大事。私はね、寒くて、ね、冷害との戦いだったんですよね。寒さとの戦いだったんです。初めてですか。に
今言った練ったやつをそうね、なんかバターと一緒まあ別にね、このぐらいじゃあ、先ほどありがとうございました。こちらこそありがとうございました。カレンタブリートとかがそうベタにオイル煮にしたやつを夏を晴らすだけで集めて売ってることもあるかもしれないですけど、真ん中の部分と尻尾の方の味噌と水入れるだけで鮭入れたらそこにうまいんじゃないまあ確かに、またそうですね。シンプルだけど一番こいつらもね、微妙なんだよね。追うなって言うと追うのやめるし。繁殖？はい、そうですね。で、こっちが左側が割と自然生まれた白くないやつだから。割とすごい量取る。ほっといたらものすごい量取るから一だけやめてくれってよ。配合種類やってないから遅いんだよね、まあ成長が。そういうことか。基本的にだって普通は10ヶ月とかでそう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 。出荷しちゃいますもんね。でもね、うちらはね、これ無理にこれは12月より持っていこうとは思ってないんだけどね。もうこのぐらいになったらもう出してもいいかなと。あそこにもいる。いますね。同じグループなの。3頭、そこから1頭ね、可愛いのいるんだよね、今ね。お母さんがね、分娩の前の日に逃げ出しちゃって、外で産んじゃったのさ。出たので、朝見つけたら生まれて子豚1頭連れてるんだ。一人でいられないからそのまま溶けちゃってさ。そしたらずーっと入れて、そのお母さんとこの子豚がね、黒いのがね、いつもね、あちこち歩き回ってる。見たい。絡み越しにね、どっか行っちゃってんの。バクシャの。ありがとうございました。またどうも。また。ありがとうございます。想像以上に最高でした。景色がめちゃくちゃ良くて、なんかもちろん想像ついてたんですけど、なんかそれ以上に広大で空も広くて、なんか道中すべて美しい。もうそれもめちゃくちゃ最高でした。サウナも良かったし、僕結構このお風呂お気に入りで、夜良かったですね。これ星空見ながら見るみたいな体験がなかなかなくて、想像以上だったのと、なんだろうな、釣り体験とか個人的にすごい面白かったのと、なんか母さんと話しましたけど、時間が解けるというか、その体験はぜひ皆さんもした方がいいなと思いました。鈴木牧場さんの牛乳も面白いなみたいな。うち結構カフェメニューも多いんで、それにメニューインできたらいいのかなと思いました。お気をつけてありがとうございました。はい、よろしくお願いします。